はい、始まりました。今日は大人気シリーズのラクドス編になります。だいぶ佳境になってきましたもう残すところあとわずかあとわずかです。もう僕結構ラクドス好きなんですけど、やってる方ではあると思うんですけど、そんなに詳しくもないんですがこれからラクドスの統率者を始めようと思ってる人におすすめのカード10選になります。はい、今日はそんな感じになります。はい、ラクドスのカードを10枚選んできました。はい、とりあえずやっていくんですが、はい、まず高いカード、フォーチュンとか、ハトバーとか、めっちゃ高いカードはそんぐらいですかね。そうだね。あと黒いカードのいわゆる汎用のオークとか、あるかもしれませんが、あとはそんなにないですかね。そんなにないと思う。はい。で、ラクドスのいわゆるコンボの話になるんですが、割愛させていただくんですが、ハトバ絡みの今言ったハトバ絡みの関係の無限マナのコンボだったり、ゴージャーですよね。ワールドゴージャーの怖いですが恐ろしいコンボが決まればどっちかの無限マナで、そのまま統率者自体が無限マナで勝てるっていう統率者が結構いたりしますよね。でもしくはターボナウスのようなムカつき、アビス関係で決める感じだったり、あとは単純にダメージでパンチだっつって倒す3パターン、ジョーさんの得意技僕の、得意技のダメージの3パターンになりますかね。そうですね。大体その3番目を僕はよくやってるんですがただ巷では大体ターボナウスですそうですよね。そんな感じでとりあえずそれ以外で、お安いカードを10枚選んできましたんで、発表させていただきますと。まず1枚目なんですが、波乱の悪魔。こいつは全てのラクドスのデッキに入ります3マナ33、プレイヤーがパーマネント1つ生贄に捧げるたび、クリーチャーやポレンゾーカー1体かプレイヤーを対象としてそれに1点のダメージを与える、2ターゲット、設置探るたびに1点飛ばせます設定。なぜか真ん中東には生徒とりあえずC でももちろん下の卓でもそうなんですが、とりあえず雑に入りますよね雑に入っちゃでしかも闘争対戦なんで、めちゃくちゃお安いということで、そうねラクドスやられたいっていう方はもう 100% 買ってくださいという、形になります。次のカードいきます。次のカードはサーチの話をまずさせていただきたいんですが、ワールドゴージャーの関係でこのカードにさせていただいたんですけども、最後の別れというカードになります。5マナのソーサリーでして、ライバリーから2枚探します。1枚を手札に加えて1枚を墓地に置く、ということでワールドゴージャーを墓地に置きまして、動く主体の手札に持ってくるとそれで無限マナだと。怖いけどね一応最後の別れ1枚で両方持ってこれちゃうということで、1枚コンボではありますよね。一応ね。で一応サーチとしてはラクドスっぽいなということでこれを選ばさせていただきました。次のカードいきます。ちょっとドローではないんですが、ドロー関係、ドローはそんなに強い、ある程度黒のカードが普通に使えるんで、ドローはそんなに弱い色ではないですね。そうですね。でその中で選ばさせていただいたカードなんですけども、ボルダーレンの末裔フロリアン、3マナ33先制吸血鬼です。こいつはあなたの戦闘後メインフェーズの開始時、戦闘が終わった後のライブラリーの上にあるカードを X 枚見て、X はこのターンに全ての対戦相手が失ったライフの合計に等しい、その戦闘でもいいですし、その戦闘前に与えたダメージの合計の数 X 枚ライブラリーを見れるんですよね、一番上から。で1枚追放して、このターンはそれをプレイしていい、ということで結構ダメージを与えてれば、枚数掘れるカードということになりますんで、そうですね。もちろんこいつ自体が33の先制なので、3点は確定で、確定ではないですけど3点なかなかでも33先生を全員がブロックできる盤面っていうのはちょっとないかもしれないですね。
ね。そうですよね。なんで3枚は一応めくれる保証がついてるということになりますんで、3枚めくれただけでも実は結構強いカードになってきますよね。はい。一応ドローではないですが、衝動ドローという形で、枚数が掘れるということが一番重要ということで、そうですね。はい。赤黒の中で枚数が一番見れるカードということで、これを紹介させていただきました。はい。まあ、現役スタンダードでいますんで、いますよ。あ、いうのか。まだお安いですね。はい。はい。で、次、除去の話になってくるんですが、はい。赤黒の除去といったらこれでしょということになるんですが、ファイヤーコベナント。聞いたことある方ももちろんいると思うんですけども、ラクドスサマーのインスタントで、この呪文を唱えるための追加コストとして X 点ライフを支払います。で、好きな数のクリーチャーを対象として X 点を望むように振り分けられる。ライフと引き換えに点数ばらまけますよっていう感じで、まあこれは赤黒の除去だったら、かなり、まあライフはきついですが、盤面かなりいけるというところがいいですよね。そうですね。はい。なんで、盤面のクリーチャー、うまい具合に焼き払える。そうね。呪文としてはかなりいいと思いますんで、こいつは入ってくると思います。ああ、大体の場合で結構な点数食らうっていう。そうですね。いってって言いながら打ってください。で、次のカードなんですが、置物破壊の話なんですが、まあ、ラクドスですんで、まあ、置物はちょっと破壊するのはちょっと苦しいんですが、得意な色ではないですね。得意な色ではないんですが、このカードになるんですが、ラクドスの魔除けを紹介させていただきます。ラクドス2マナのインスタントで、以下から1つを選びます。まず1つ目は、プレイヤー1人を対象として、墓地にあるカードを全て追放する。で、もう1個はアーティファクト1個を破壊する。で、3個目は、各クリーチャーはそれぞれそのコントローラーに一定のダメージを与える。ということで、この3つの中から1個選べるということで、墓地体でもあり、アーティファクト1個破壊できる。結構優秀なカードなんですが、これも僕知らなかったんですが、ある友人から勧められまして、このカードにしたんですけども、これ一番下のモードが特殊になってまして、各クリーチャーはそれぞれそのコントローラーに1点のダメージを与えるなんで、無限トークンですって言い出した人に、じゃあ1点オールでっていうことができますよっていうのを教えていただきまして、これええやんっていうことで採用になりました。どのモードもコンボ止めれる効果ではあるので、墓地体も止められますし、要は使えるシーンがあるっていう意味でね。確かにそうですよね。で、一応そんな感じになります。で、次のカードなんですが、まあ、あとはターボ直す系のカードで、マナ加速の話もあると思うんですけども、弱者選別というカードになるんですけども、1マナのインスタントで、クリーチャーを1体生贄に捧げると、あとマープルに黒4マナを加える。これ結構マナ加速できますよね。まあ、例えば、大体ログラフをさせて4マナ出しちゃえば、結構、まあ、いけますよね。俺はなぜかログラフにサクって、手ベシザート出すという構成になってますよね。大体ね。大体。でもまあ、マナ加速できるカードでは結構赤黒では優秀になってきますよね。でも4マナだからね。1マナで4マナ出せますので、このカードがいいんじゃないかなということになります。で、次のカードに行くんですが、次はちょっと特殊なカードになってまして、Soul in Half。なんじゃそりゃっていうカードなんですけども、アンフィニティのカードですね。これも手に入りづらいですが、なんとか手に入れていただいてそんなお値段はしませんので、能力を説明させていただきます。3マナのインスタントでクリーチャーを1体対象としてそれを破壊します。で、それによりそのクリーチャーが死亡したら、そのコントローラーは気温とパワーがその半分であるクリーチャーのコピーを2つ生成する。端数はそれぞれ切り上げという形になりますかね。例えばこれどんな場面で使うかと言いますと、自分の旗場を半分にしたりするとチップが2回誘発するみたいな感じで使うことが多いですかね。はい。まあ有名なコンボで20栄翔を半分にするとそれが無限に出てくるので、11の無限トークンが出て無限トークンというで速攻パンチできますよね。はい。というコンボもあります。で、一応紹介させていただきました。次のカードいきます。
次のカードは潜伏工作員残茶というカードなんですけど、僕すごいよく使ってますだいぶお世話になってるんですが、3マナ55でこいつが前場に出るに際し、対戦相手がコントロールを入れます、誰か一人選んで、でこいつは可能ならコンバットしちゃいけません。55なんでコンバットすると結構きついです。でオーナーをコンバットできない、で無職3マナで、残茶のコントローラーが2点失い、起用したプレイヤーがカードを1枚引く、で誰でもその効果を使うことができる、で3マナでドローできてそのプレイヤーに2点なんで、一応これ逃走者に指定しますと、無限マナで勝てるんですよね。無限マナで一応無限ドローという形になりますかね。なります。で相手はライフを失う、ライフで倒せなくても、ただ自分のライブラリー掘り切っちゃうと死んじゃう自分が死んじゃうんで確かにそういう意味では有限なんですけどという、有名な無限マナで勝てるっていう逃走者なんですが、僕はどっちかっていうと、ダメージの方で使ってまして、3マナ55だからね。3マナ55で思想みたいなことしてくれるんで、ダメージがだいぶ削れるんですよね。でもこれはサクリファイスできちゃうので、そこは気をつけていただきたいんですが、一応スタッツとしてはかなりでかいですよね。ラクトスとしてはダメージが削れるカードとしてはかなり優秀だと思います。カジュアルタクでも上のダメージ削るタクでも入ると思います。次のカードいきます。次のカードはダメージ削れるっていう話出ましたんで、このカードになるんですが、傷の反射というカードになります。6マナのエンチャントで、各終了ステップの開始時に各対戦相手はこのターンに自分が失ったライフの点数に等しい点数のライフを失う、つまり5点ダメージ与えられてたな、そのターンに5点失って、10点失う、2倍のエンチャントってことじゃないですかちょっと違う、ちょっと違うんですけどね。失った分失うなんで、そこの時点では失ってないので、ちょっと猶予があるっていう、余命がちょっと伸びてるんですよね。でエンド島で行くと一応死にますよって人が出てくるかもしれないって形になりますかね。次の最後の10枚目のカードになるんですが、ここまで聞いていただいた方はもう次の何に来るかっていうのは分かってくると思うんですけども僕たちの動画を見てくれてる人はもう分かってると思うんですが、10枚目のカードはソーランの大祭になります。激安カード。激安カード、確かに。ラクドス6マナのエンチャントでして、まずプレイヤーライフを得られません。で各プレイヤーのアップキープの開始時にそのプレイヤーは自分のライフの端数を切り上げた半分を失う、ということで毎ターンライフがどんどん半分になってきます。お祭りが始まりますライフ半分祭りっていうのが祭りが始まるんですが、これ先ほどの傷の反射もしありますと、2倍コンボでしてあんま決まることないんですけど重すぎるライフ半分失ってるんで失うってことで死ぬんですが、一応1枚でもすごい強いカードになってまして、こっちが盤面ダメージ倒すデッキっていうのは並んでる状態でこのライフ半分祭りを打つので、相手はどんどんライフが減ってくんですよ。自分も減ってきますよ、もちろん。だからもうその殺し合いだーって言って始まります祭りが。でその混戦をうまいこと制すれば上のタクでも勝てるようになりますので、このカードはいいかなと思います。以上でラクトスのカード10枚選ばさせていただきましたがいかがだったでしょうか。大丈夫ですかなんか的にくくりつけられてナイフ投げられたりしませんかなんすかラクトス好きな方はぜひラクトスのカードこんなんあるよって紹介しきれなかったカードいっぱいありますんで、コメントしていただければなと思います。あとチャンネル登録、なんとかお願いします1000人目指してますんで、今回の動画は以上になります。おしまい。